不動産屋さんの階段です。誰もいない道を一人で歩いているとき、背後がなんとなく気になることってありませんか？さて、これは今から数十年前に、現在福岡市にお住まいの主婦の方が高校生の頃に体験したお話です。その方を仮に青月さんとしておきます。当時、青月さんは高校へは電車通学をしていました。青月さんの最寄りの駅から自宅までは少し遠く、徒歩で20分以上かかったそうです。その JR の最寄り駅を降りると、駅前からこじんまりとした商店街が続き、それを抜けると少し人通りが少ない道になっていきました。その静かな通りですが、左側は JR の線路沿いで、右側は民家が立ち並び、車1台が通れるくらいの一方通行の道でした。さて、それは秋口の夕方、まだ辺りは明るく4時か5時頃だったそうです。青月さんは最寄り駅で降り、いつものように商店街を抜け、その人通りの少ない一方通行の道に差し掛かりました。左が線路なので、電車が通り抜けていったそうです。その時、青月さんはふと後ろに誰かがいる気配を感じました。人通りが少ないといっても、自分と同じ方向に歩く人がいてもおかしくはありませんから、青月さんは特段気にしませんでした。そこから自宅までは優に1キロぐらいあり、青月さんはそのまましばらく線路沿いの道をまっすぐ歩いていました。すると、まだ後ろをその誰かが歩いてくるのが感じ取れたそうです。まあ偶然同じ方角に家がある人なのかもしれませんが、ただその頃から青月さんはなんとなく後ろが気になりました。自分と同じ歩調で後ろに人がついてくる感じは考えすぎかもしれませんが、まるで自分をつけているようでした。女子高校生が一人人気のない道を歩いているわけで、まだ明るいとはいえ変質者だったら怖いですから、ほんの少し緊張したそうです。そこで一体どんな人が後ろを歩いているのだろうと、一度軽く振り返ってみました。すると青月さんのちょうど10メーターぐらい後ろに中学生の男子がいました。その子は学生服を着てまっすぐ前を向いていたそうです。青月さんは、ああなんだ中学生の男の子かとほっとしました。彼も自分と同じように自宅に向かって歩いているだけなんだと思いました。そこで青月さんはまた前を向いて歩き出したそうです。しばらく歩いていたのですが、その間もずっとその中学生は青月さんの後ろを歩いているのが分かりました。でも青月さんは何かしっくりしない違和感をずっと感じていました。何度も振り返るのは失礼かなと思いましたが、もう一度振り返ってみたそうです。するとさっきと全く同じ距離を空けて、その男子中学生がいたのです。でもその時青月さんは少し不安になりました。なぜなら青月さんが足を止めて振り返ったのですが、その男子中学生も止まっていたのです。何この人と青月さんは気味が悪くなりました。すぐに前を向いて歩き出したのですが、自分の思い過ごしではと思い、また足を止めて振り返ると、さっきと同じ距離を空けたまま男子中学生も足を止めたそうです。この時点でいよいよ青月さんは怖くなり、その後何回も振り返ったのですが、その度に男子中学生も足を止め、青月さんが歩き出すと彼も歩く。青月さんが止まって振り返ると、また彼も足を止めるの繰り返しでした。その時の中学生の顔は能面のように無表情だったそうです。そしてあと少しで自宅に続く道に曲がる角でしたので、その角を曲がったら全速力で家まで走ろうと青月さんは思いました。田舎でしたので、当時祖母が日中は玄関の鍵をかけずにいることが多かったので、青月さんは心の中で、
おばあちゃん、今日も開けといてね、と祈って角を曲がりました。そして全速力で走り、家の門を開け、玄関のドアに手をかけると、ああよかった。玄関は開いていたそうです。鳥肌が止まらない青月さんはすぐ中に駆け込み、玄関の鍵を慌ててかけました。そこでやっと青月さんは緊張が解け、気持ちを落ち着かせることができたそうです。ところで青月さんは慌てて玄関に飛び込んだので、玄関の鍵はかけましたが、家の門は開けっぱなしだったことに気がつきました。まさかあの中学生が自宅の敷地内に入ってこないだろうかと心配になり、そっと窓から門を見たそうです。門は開いていましたが、あの中学生はどこにも見当たりませんでした。青月さんは、ああよかった、私の気のせいか。あの中学生は別に変な人ではなかったのかな、とほっとしました。そこで開けっぱなしの門を閉めなくてはと思い、玄関の外に出たそうです。そこはいつもと変わらぬ庭先でした。そして門のところまで行って閉めようとした時です。ふと青月さんの左側から誰かの強い視線を感じました。家族かなと思い、振り向いて視線の先を見た瞬間、青月さんは心臓が凍りつくほど驚いたそうです。目線の先は家の外壁で、そのちょうど角のところからさっきの男子中学生が肩から上をひょこっと出してこちらを見ていました。青月さんは恐怖で悲鳴を上げて家の中に飛び込んだそうです。すると家の中に入ると、青月さんは我に返った感じになりました。そしてだんだん冷静になっていき、青月さんは恐怖より中学生が自分をつけてきたことに逆に腹が立ってきました。そこでさっき男子中学生が顔を覗かせていた家の角はちょうどトイレにあたるので、そのトイレの窓から「誰？出て行って!」と大声で叫んだそうです。そして少し様子をうかがっていると、誰も走り去る音もなくシーンとしていました。その時青月さんは「あれ？ちょっと待って」と思いました。おかしなことに気がついたのです。それは家の外壁の角から中学生が顔を覗かせていた位置なのです。それはおよそ3メーターの外壁の地面から2メーターぐらいのところから、それも水平に横からまっすぐ顔を出していたのです。そこには足場になるようなものは何もありません。青月さんの身長は165センチですが、その中学生は青月さんより背が低く見えたそうで、160センチぐらいの身長だったのです。ですからあんな高さから顔を覗かせることなど不可能で、それも水平に肩から上を出すことは無理でした。というかはしごでもなければ普通の人間には不可能な高さでした。それに気がついた時、青月さんはこの世のものではないものを見てしまったということがやっと分かったそうです。青月さんは若い頃は生きている人なのか幽霊なのか見分けがつかないくらい見えていたということでした。ただその子がこの世のものではなかったことを青月さんは無意識に感じ取っていたので、後ろからついてこられた時に気になったのかもしれません。きっとそれは若くして事故か何かで亡くなった方で、霊が見える青月さんを頼ってつけてきたのかもしれませんね。青月さん曰く、あれだけ振り返って何回も顔を見たにもかかわらず、無表情だったこと以外、中学生がどんな顔だったかは未だに思い出せないのだそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。